さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画表ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは日本では2月23日から劇場公開されているこの作品、落下の解剖学。劇中のちょっと音楽使いについては後ほどちょっと音楽を流しながら話もしますんで、あえてちょっとねここではサントラ使わないでおきますね。第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で最高賞のパルムドールに輝き、第96回アメリカアカデミー賞でも作品賞監督賞など5部門にノミネートされたヒューマンサスペンス。人里離れた雪山の山荘っていうか、雪山の家で、一人の男性が不審な転落死を遂げる。夫殺しの疑いをかけられた妻のサンドラは無罪を主張するのだが、事件の真相が明らかになっていく中で夫婦に隠された秘密や嘘があらわになっていく。サンドラを演じたのはこの番組のねこのコーナーで取り上げた中で言いますと、ありがとうトニー・エルドマンなどの主演でもありますザンドラ・ヒュラーさんです。ザンドラ・ヒュラーさん、ちなみに関心領域という作品もね出演されて、なのでもうなんていうかな、今年のいろんな賞レース席巻中って感じですよね。監督脚本を務めたのはジュスティーヌ・トリエさんでございます。というところで、もうこのね、落下の解剖学見たよというリスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告、感想をメールでいただいてます。皆さんありがとうございます。メールの量は普通、まあでもいわゆるなんていうかな、ミニシアター規模というかね、そんなにどっかん公開してるってわけでもないし、長い作品ですし渋めの内容でもありますんで、まあ検討してる方じゃないかなと思います。そして賛否の比率は褒める意見が7割、主な褒める意見は最後まで目が離せず面白かった、見ている我々の様々なバイアスを突きつけられたようで居心地が悪いのがいい、結論が曖昧なところが良いなどございました。一方否定的な意見は、良い作品だとは思うがモヤモヤが残るし好きになれない、子供にいろいろ背負わせすぎではさすがに長い冗長などございました。でもまあ否定的な意見を言ってる人もその作品としての質とかそういう部分に関してなんか文句つけてるような一人もいなくって、まあ好きじゃないとか、気分悪いとか、みたいな感じの方がやっぱ多かったかなという感じでございます。というところで代表的なところをご紹介しましょう。褒めの方これにしましょう。ラジオネームノット高青年さん、歌野さん、熊さん、こんばんは。こんばんは。落下の解剖学初日に見てきました。評価がめちゃめちゃ3です。予告編の印象では羅生門型にそれぞれの証言が食い違って真実が錯綜していくのかと思いきや、絵的には地味めの法廷劇が中心。しかしこれが全く飽きさせない作りになっていました。主に2つの主張、すなわち自殺か他殺か、ね、この起こっちゃったその夫がね、自殺か他殺かのどちらかを取るかというシンプルなストーリーがここまでの緊張感を生んでいるのは、この作品全体に2つの、現代社会に対する批評的観点が含まれているからではないでしょうか。一つはジェンダー的観点です。途中から登場人物の性別や社会的地位が逆であったらどうだったろうと考えさせられ、そこには何かあるはずだと無意識レベルのジェンダーバイアスで裁判を好奇の目で眺める我々の視点、時々投入される画質の荒いビデオ風のショットにそれが表されていますに冷や水を浴びさせられます。もう一つの観点はポストトゥルース的時代についてです。確実な情報よりもそれぞれが真実と思うものを選び取るしかない、終盤ある人物がまさにそういう選択を迫られる局面を迎えますが、あれは全く人事とは思えず感動というよりはやるせない気持ちになるシーンでした。映画はある真実を提示して終わるのですが、それがどこか腑に落ちない気もします。そうやって疑っている限りどこにも着地できず落下し続けるような感覚で、確かになるほど、今でも映画が終わっていないような気さえします。ミステリーというジャンルにおびき寄せられた我々観客を逆照射するような何とも居心地悪く最高の映画体験でしたというのと高青年さんです。ありがとうございます。じゃあね、ダメだったという方をご紹介しますね。ラジオネームみかんのかんさん、映画の作りは素晴らしい出来だと思うものの心情的には否です。両親の関係が崩壊していく様に、子供本人の選択とはいえ自己面させられて傷つく様子は子を持つ親の一人として見ていてとても痛々しかったです。両親の尊厳も旧来の友人との関係も作家としての地位も事件をきっかけにメッキが剥がれるように全て落下し壊れていく過程はある意味ではブラックユーモアと言えなくもないものの、実質ほぼ気休めになるような場面がないので見ていてとても辛かった。これちょっと伏せますけどね、とある場面も辛かったです、ね。あれは辛いね。ちょっとね、どうやって撮ったのって思うけどね。また作品を通して見たとき、結局のところ真相が分からず選び取った主観的な真実を受け入れていくしかないという結末は、理屈では理解できるものの腹の中にずんと重たいものが残ったような感触になり、なんだかなという気分になりました。まさにさっきの方が嫌でよかったって言ってることを同じく受け取ってらっしゃるわけですけどね。真実は藪の中で、海外でもこういう作品を羅生門型というらしいことをパンフを読んで知りました。どうせなら黒沢の映画羅生門のようにみんないろいろ言ったけど多分本当のところはこれなんだろうという救済を裁判の結果とは別に提示してほしかったです。ただそのね、羅生門は羅生門で今の観点で見ると最後の決闘裁判の時に言いましたけど、というこれが一応真実らしいことってこれいい話なのって今の目で見ると結構思える作品だったりもして、まさにその最後の決闘裁判はそこにちょっと異を唱えるような作品でもありましたけど、なのでどうなんですかね、その今の映画としてはっていうスタンスもあったりするのかなという気がしますが、ということで、リスナーの皆さんもメールありがとうございます。そして熊崎君、落下の解剖学ご覧になったということで、いや
婦のね、夫婦途中さ、これはもう言っていいと思うけど、まあ、いわゆる倦怠夫婦ものというか、ね、ジャンルがありまして、倦怠夫婦ものの見せ場といえばやっぱりもう見るに耐えない聞くに耐えない、夫婦喧嘩長いんですよ10分ぐらいしかもさ途中収まったのかなと思ったらまたまあ、でもあの感じこそまあ本当にリアルを映すとあの感じなのかなとかっていうのもねあらまあります。まあ私たち私も結婚して夫婦関係良好だと私は思ってるんですけど、これ私の視点だしなとかっていうのも確かに、まあ、向こうのこう俯瞰して両方の視点とかが出てきた時にそっか向こうの視点でこれ映画があったら僕ボロボロなんじゃないかとかなんか分かんないんですけど、確かにでもそれ鋭いかもね考えちゃってそうだよね。奥さん側が思ってたこの言い合いの重みと、あっちの夫側の重みと それを客観的に見てる側とじゃまた全然違うもんね。僕視点では軽い話でも向こう視点、向こうが主人公の映画とかできてなんか視点で向こうで見てたらうわなんか僕もボロクソいてもここで見てるのもう耐えられないみたいな状況になるんじゃないかとか、なんかいろいろ考えながら喧嘩とかを見たりとかして、でも誰にとってもそれはそうだよね。それはね、そうだからもう夫婦の形とかもう100人いたら100人といろだし、だからもう他人がとやかく人様のこう離婚とかやれ不倫とかをこう、ワイドショーとかで言ってるのもうこんなのもう本当よ、本当何やってんだろうって僕そこまで思っちゃって、さっきのメールにもあったけどちょいちょいテレビとかさメディアの視点みたいなのも出てきて、それがやっぱりまあまあ本当にこの映画がこう迫っているこうある意味こう深みみたいなものに対していかにもこうもう無責任にねもう言うからでもまあどんな物事もしょうがないんだよね。あるニュースで報じられる表層はもちろん浅くって、で当事者だって食い違うのに、ってことだもんね。それはもうね浅くならざるを得ないんですけど、でもさ途中そのさおめえ浅さに甘えるにも程があるだろうっていうとある見解が出てきてね、あれとかね。しかもねあれを言ってる人が演じてる人が誰かって後ほど言いますけど面白いですよこれね。いやちょっとねそんなことを考えてたら2時間半結構あっという間でした私としては嫌なあっという間だよって嫌なあっという間喧嘩を見てて面白かった。はい小泉さんありがとうございましたお忙しいところね。はいということで、落下の解剖学皆さんねメールもありがとうございます。私も東宝シネマズシャンテレまさに公開初日と、もう1回、2回見てまいりました。特にまあ公開初日のシャンテはさすがにというべきかですね満席でございましたね。本当にギッチギチの満席でしたね。先ほどから言ってるようにカンヌパルムドールにアメリカアカデミー賞主要5部門ノミネートとなれば、まあ、映画ファンはまず必見感があるのかなという感じもいたしましたね。特にやっぱりちょっと意地悪な言い方になってしまいますがカンヌ好みな映画カンヌ好みな作品であることは間違いないなというふうにまず思いました見終わってから。例えばですね、アスガー・ファルハディの監督作とかはまさにそうですけど肝心の出来事そのものは直接的に描かずその実際にはどうだったかわからない空白の真実をめぐる話になっていくっていうかね。でそれはある種グレーなまま終わっていく感じであるとか、あとは例えば2014年の雪の輪立ちっていうねトルコ映画あれだこのそうですけどもう痛々しい議論口論の果てに主にやっぱりブルジョアとかインテリとか権力者とか要するにそのままでは社会的にはすごい偉い人って思われてた人のあんまり褒められたもんじゃない顔っていうのが明らかにされていくみたいなこう作りであるとかとにかくカンヌで高評価されそうな要素がすごくある作品だなとは思いましたこの落下、の解剖学ちょっと意地悪な言い方だけどね。でもちろんそういうつもりじゃなかったんだとしてもですよそういうつもりで作ったわけじゃない方にしても、結果としてってことですけどね。なのでですねちょっと念のため先もはっきり言っときますっていうのは結構その一般の観客の感想例えば知人がこう言ってたみたいな感想で要は一応ミステリーでもあるんでその死の真相はみたいなねどんでん返しにどんでん返しで意外な真相が最後にラスト30秒あなたのなんとかはみたいなさそういう感じを期待していった人がですねあれっていうかカタルシスないんですけどみたいなこう意見があったっていうのを聞いていやもちろんねそのミステリー的なお話なのは間違いないしで物語上の決着もちゃんとつきますもちろん決着はつく、なんだけどそういうこうエンタメ的なカタルシスというか全てにはっきりした白黒がつくような作品ではもちろんないからっていうのはそのカンヌでパルムドール撮ってんだから分かんだろ
そのエンタメじゃないのはさみたいな、アート映画だってのは分かんだろうみたいなことなんですよね。ということはだから念のため先に言っておきます。それを期待してつまんなかったって言ったらそれはそのちょっとほら分かんだろうってことだからね。でですね、共同脚本も手掛けている監督のジュスティーヌ・トリエさんという方、ちなみにですね前作、日本タイトル愛欲のセラピーという作品でも一緒に脚本、参加しているアルチュール・ハラリさんという方、このアルチュール・ハラリさんが今回も共同脚本なんだけど、このジュスティーヌ・トリエさんの実生活のパートナーで映画監督でもあってなおかつ俳優さんでもある、本作落下の解剖学でもさっきもちょろっと、言いましたけど後半に出てくるテレビの討論番組かなんかみたいので真実なんかぶっちゃけどうでもいいよと、こういうことでしたっていう方が面白くねみたいなことを言う人いますよね。あの人がアルチュール・ハラリさんです。はい、ということですね。とにかく、脚本監督ジュスティーヌ・トリエさんね、これが、長編4作目ということですけども、最近なんかこんなことばっかこのコーナーで言ってて本当に申し訳ない限りなんですが、僕は現時点ではさっき言った2019年の前作愛欲、日本タイトル愛欲のセラピー、現代シビル、主人公の名前がシビルなんですけど、シビルしか見られておりませんで、本当にすみませんという感じなんですけどね、ちょっと今のところ見る手立てが見つからなくて、今回落下の解剖学で主演のザンドラ・ヒュラーさん、このコーナーで過去扱った中で言うと先ほど見ました2017年7月7日に辞表したありがとうトニー・エルドマン、いい映画でしたね。トニー・エルドマンの主演の方でございますが、さっきも言ったように関心領域も出てるわけだから目下絶好調というそのザンドラ・ヒュラーさんが、ジュスティーヌ・トリエ作品に初めて出ているというのがこの前作の2019年愛欲のセラピー、あとはさっき言ったようにその本作同様アルチュール・ハラリさんが参加しているということで、このタイミングで見たわけです。愛欲のセラピー、初めてねおそまきながら。でですね、これ愛欲のセラピーは当コーナー昨年3月、3日ですかねに扱いました、ポール・ワーホーベンのベネデッタでもおなじみビルジニー・エフィラさんが主演なんですね。ちなみにビルジニー・エフィラさんはこのジュスティーヌ・トリエ監督作のさらに前作、2016年のビクトリアに引き続きの主演ということなんですけども、その愛欲のセラピー初めて見てみたらですね、思った以上に今回の落下の解剖学との連続性が強い一作だなというふうに思いまして、主人公の女性と夫との性的にもさらにおそらくは経済的にも社会的にも不均衡な、それゆえある種の一触即発な緊張感をはらんだ関係性とか、なんならこの女性がその作家になっていくって話もあるんですよね。はい、っていうような話もあるし、さらに言えばその夫婦間のその、緊張感をはらんだ関係性のしわ寄せが子供にいっちゃってる感じとか、言っちゃえばちょっと今回の落下の解剖学の家族の前日談みたいなバランスにも見えるぐらいなんですね、この愛欲のセラピーね。そうなんだと思いましたけども、あとですね、言葉から喚起させられるイメージ想像が映像化されることでどんどん大きなものになっていく感じとかもまんま今回の落下の解剖学に、連なるような作りしてるなというふうに思いました。あとザンドラ・ヒュラーさんがですねその愛欲のセラピーでは映画監督役なんですね。映画監督役なんだけど、社会的地位とか経済力もあるんだけどフランスの中のドイツ人としてのイライラがちょっと漏れ出ちゃってる感じ、これまたザンドラ・ヒュラーさんがすごい不機嫌な顔とかすごい似合うんで、これもなんかどっか今回のサンドラ役というのにね、サンドラ役ですからもうちょっとね名前もちょっと通じちゃってるわけですけども、この今回のサンドラ役ともちょっと一脈通じるところがあるかなと思いました。愛欲のセラピー、とにかくそんな感じでですね、作品ごとに着々と評価を上げてきたジュスティーヌ・トリエ監督にとって、まさに決定打となったのが今回の4作目、落下の解剖学なわけですね。これ落下の解剖学ちょっと変わったタイトルですけども、これ現代そのままでございまして、劇場パンフレットで当番組でもお世話になっております映画評論家森直人さんがご指摘されている通り、これはですね、オットー・プレミンジャーという監督の、1959年のアメリカ映画日本タイトルある殺人、これソウルバスデザインのオープニングが非常に有名な作品です。ある殺人、これ現代がアナトミー・オブ・ア・マーダー、ね、殺人の解剖学というね、まさにこれのオマージュなわけですね。で、森さんもねそのパンフレ書かれてますが、実際両作非常に共通項が多いわけです。作品構造も似てるし、あとピアノの連弾出てきますね。ピアノだけで連弾、しかもこっちのある殺人の方はなんと、主人公のジェームズ・スチュワートとデューク・エリントンとの連弾です、みたいなも出てくるし、あと犬も出てくるしみたいな。あとですね、これは何よりさすがオットー・プレミンジャーというべきか、さっきの話じゃないですけど物語上のこれもねやっぱりこう疑惑があって法廷劇なんですけども、物語上の決着はちゃんとつくです。
なんだけど最も肝心な真実に関してはかなりグレーな印象を残したまま恐ろしくドライに幕が引かれる映画なんですね。これ1959年のハリウッド映画としてはかなり攻めた要因だというふうに思いました、はい、そこはもうさすがオットー・プレミンジャー、ちなみに森さんもう一つ本作の下敷きとなった、と推測される映画として氷の微笑も挙げててね、バイセクシャルの女性作家が、自分のその実人生を反映したともある小説を書いているんだけども、そこに殺人の嫌疑がかかるという話ですよね、これも言われてみればなるほどって感じしますよね。さすが森さんって感じですが、ということで改めてこのね、落下の解剖学についてですね具体的にあれこれお話ししていきたいところなんですが、これも当たった瞬間に私ちょっと若干頭抱えたのはね、毎回そうなんだけどやっぱつっても基本ミステリーなんで、その不用意なネタバレ言うまでもなく厳禁ですし、もうこの時点でもうそんなねそんな言うもんじゃないっていうか、そんなね言えないし、それと同時にでもミステリーだからそのネタバレ厳禁なのと同時に、さっきから言ってるように、まさにアート映画的なというかミニシアター映画的なはっきり白黒をつけないグレーさを残したバランスが前編に保たれてもいてですね、でその解釈っていうのは観客それぞれに委ねられてる、観客それぞれが違ってしかるべきであって、いちいちそれに関して私が説明しすぎるのも野暮っていう感じもする。ミステリーだから解説しづらいし、アート映画だから解説しづらいっていうことで、端的に言ってめちゃめちゃ話しづれっていうのがありましてですね、なので今回はですねちょっとここからはいつもとちょっと構成を変えましてですね、本作特有のグレイゾーン、まさにライムスターをねグレイゾーンってありますけど、本作特有のグレイゾーンを僕がピックアップした7つの項目別に、一つ一つちょっと取り上げて、ちょっと見ていくことにしようかなというふうに思ってます。こういうグレイゾーンがありますよ。項目別に見るとちょっとね分かりやすくなったりすると思うんでね。まず1つ目の項目です。音楽、特にピアノのグレイゾーン。冒頭10分間、肝心の落下が起こる、落下事件が起こるまでですでに、この成功した作家であるらしいサンドラ周辺の人間関係、不穏な歪みというかきしみみたいなものをはっきり感じさせる、細部非常に満ちてるわけですね。例えばインタビューのはぐらかし方がちょっとねちょっとおかしいよねこの人っていう感じがするし、そして、はぐらかしのインタビューでどんどんなんかお酒なんか飲んで、それよりなんかもっと親しくなりたいわみたいな雰囲気出して、なんこの感じみたいな、しているところにですね、このサンダロを中心とした人間関係の歪みきしみ分かりやすく、表現するように大音量で上の階から鳴り響き始めるこんな曲、これですよね。いってみましょうかっこいいんだけどね。こちらヒップホップファンだったらって思うかもしれません。50セント2007年のデビューアルバム「ゲットリッチ・オア・ダイ・トライン」、ヒップホップ史上に残るようなヒット作であり名盤、このファーストアルバムの収録曲で後にスヌープドッグも参加したリミックスバージョンも有名であるピンプという曲なんですね。だからこれね、この慣れ出すところで彼らの飼い犬の名前がスヌープなんだって、スヌープって言ったところで、もちろんスヌーピーから来てるんでしょうけど、スヌープって言ったところでその直後にこれが鳴り出すんで、ヒップホップ好きな人はちょっと笑っちゃうっていうか、なんやこの選曲みたいな感じがするんですけども、でもともとこの、50セントのそのピンプって曲はスティールパンの音が、使われている曲なんですけども、今回の劇中で流れている今皆さんお聴きのこのバージョンはドイツの、バカオリズム&スティールバンドっていうグループによる、おそらくだから多分生のスティールパン演奏による2008年のインストカバーバージョンなんですね。でなので後半の法廷の場面でこれは50セントのピンプっていう曲でもう非常に女性蔑視的な歌詞でつってね、だから夫はその女性蔑視的なメッセージをこの曲を流すことで込めたに違いないなんていうのに対してこっち弁護がいやこれはインストですインストですけどなんですよ。この応酬自体がめちゃくちゃちょっとおかしいんだけど、で、カンヌ映画祭での監督の記者会見によればですね、ジュスティーヌ・トリア監督、撮影3週間前まではドリー・パートンの、ジョリーンってジョリーンを使う予定だったのが許可が下りず、でジョリーンの歌詞の内容に合わせて法廷シーンももともと書いてたから困ったなってなってたところで、全く違うアイデアとして浮かんだのがこの50セントのインストっていうことだったらしいんですね。そしたら意外とハマったっていうかね、で確かにこれね、夫側がなぜこれを大音量で文字通り嫌がらせのように鳴らしてるかっていうと、しかも一旦終わったのにまたかけるとこがねあれですけども、つまりその夫はこれ想像ですよ、これ後ほど言いますけどこれあくまで想像だけど男性性の危機に陥っている
ね、で女性同士が性的な雰囲気にひょっとしたらなるかもしれないという中で男性性の危機に陥った夫のまさしく物言わぬ抵抗としてのこのピンプの、それもドイツの奥さんドイツ人だからドイツのファンクバンドのインストカバーっていうところがなんか絶妙な旦那のなんか抵抗を示す音としては絶妙って気もするって感じがしますね。はい、ということでありがとうございました。これちょっと下げていってください。ちなみに本作いわゆる劇版というのは流れない作りで、今言ったピンプの他は曲としては2曲のみ、劇中でピアノで弾かれるっていうのと、あとまあちょっととある場所で最後ね流れたりするんですけども、はい、この2曲の使い方が本作すごく面白いところで、まずオープニングクレジット、夫婦それぞれの子供時代から出会って結婚子供を産み家族となるまでっていうのの写真とともにね、つまりその家族写真とともにこんな曲が流れます。はい、イサック・アルベニスという方によるピアノ曲アストゥリアス、スペイン組曲第1集作品47第5番とかね、アストゥリアス伝説っていうね曲、ですけど、でこの曲が劇中ではその、これはオープニングクレジットで流れるねちゃんとしたこう演奏とかも流れるんだけど、劇中では過去の事故によってその視力を失ってしまった、息子ダニエル君10歳とか言ってましたかね、ダニエル君によってこれね主に父側の苦悩を理解しようとするかのような時にっていうのは、最初お父さんの写真を彼がすごく思い入れ深く眺めながらこれ練習が始まるわけです。お父さん側の苦悩を理解しようとするかのようにこれが繰り返し練習され劇中で習熟されていくということです。なのでまずこれちょっと重要なんでね覚えておいてください。アストゥリアス。一方で途中彼がこの曲をたどたどしく、若干のちょっとちょっとこううまく弾けないのにイライラしながらこう練習しているところにですね、いるとですね、横にお母さんのそのサンドラがふっとやってきてですね座って、物言わぬまま、つまりこの親子にとってはこの曲を連弾するということは多分、いつもの風習なんでしょう。物言わぬまま別の曲の連弾を始めるんですね。それがこの曲です。これは劇中で弾かれる要するに劇中の人物が弾いてるバージョンじゃなくてプロが弾いてるバージョンですけども、ショパンの前奏曲作品28第4番ホタン調っていうことですかね。はい、ショパンですよ。でこっちはつまりそのお父さんの苦悩を理解しようとするかのように、ちょっとイライラしながら練習しているさっきの、アストゥリアスの演奏をちょっと止めるかのようにお母さんが、そんな曲よりこんな曲を一緒にね仲良く弾かないって感じで始めるのがこれなわけです。つまりざっくり言えば、さっきのアストゥリアスが夫側、そのダニエル君にとってはお父さん側のテーマだとするならば、こちらショパンはサンドラ側のテーマっていう風にざっくり捉えて間違いないと思うんです。という風なことを踏まえながらこの映画を見ていくとですね、終盤ですね、後半というか終盤かな、おーっとなるとこが2箇所ほどあります。なのでぜひ皆さんこのアストゥリアスといったタタタタタタタとこのタンタンタランってこのショパンのこの、メロディーぜひ覚えておくと、さらにあるポイントでおーそうきますか、ここでこれが流れますかみたいのが来るわけですよ。ぜひ皆さんちょっと注目いただきたいポイントですね。はい、ありがとうございました。続いての、すいませんポイントですね。項目別にいきます。2項目目、想像が生むグレイゾーン。はい、想像が生むグレイゾーン。さっき監督のね前作愛欲のセラピーに関して私、言葉から喚起させられるイメージ想像が映像化されることで、つまり映画では我々その実際にあったことかのようにその映像で見せされることでどんどん大きなものになっていくということを言いましたが、本作落下の解剖学ではまさにそれこそが肝となっていてですね、何箇所か事の顛末を映像化して見せられるところがあるんですね。こういうことだったんじゃないですかつってこういう風に見せられるんですけども、それらは全てあくまで誰かが語った言葉とか、あるいは中盤先ほどから言ってる長い10分ほど続く地獄のような口論の夫婦間の口論の音源から聞く人が勝手に想像したものを映像として示しているのであって、事実真実では全く限らないということ、本作においてはこれが最重要ポイントと言えますということですね。監督自身回想のショットは一個もないって断言してるんですね。一個もですよ、あんだけはっきり映してるのにということ。特に法廷上の決定打となる終盤のある場面の映像化があります。あえてその何ですかね、音声は映像化はしてるんだけど、あえて音声はその語り手の声のみ
とすることで、その我々が見せられている映像のグレー性はさらに際立つようになっているわけですね。これサミュエル・タイスさんという方が演じる、旦那役というかサミュエルという旦那というか夫役、みんなの心の中にいるサミュエルでね、みんなの心の中にで生じたサミュエル像を演じるこのサミュエル・タイスさんのね、なんとも非常に魅力的な人だったんだろうなってのも分かるし、いや若い人でもあったのかなって分かる、このバランス非常にうまいものがありましたけどね。はいということで、想像っていうのが喚起する想像の映像化によるグレイゾーンというんですかね、これが第2項目です。あと10分なんでお急ぎでね、あと5項目いかないといけない。続いての項目、3つ目の項目はこちらです。実人生と創作物のグレイゾーンです。法廷でも社会においても主人公サンドラは非常に成功した作家なんで、その表現物すなわち小説と彼女自身の人生実体験をいやおなく重ね合わせられて見せられることになるわけですね。これはあなた昔の作品でこういうこと書いてるからきっとこういう考え方をしてる人なんでしょう。いやそれはフィクションですから、こういうやり取りがあるわけです。我々も例えば僕も例えばこの映画辞表の中で作者と作品を同一視するあるいはしてしまうような時っていうのはやっぱり当然出てくるわけです。こういう人だから、こういう人生を歩いてる人だから、こういう経験してる人だからこうなってるってことはついつい言っちゃったりするわけですけども、それは正しいのか。逆にでも作者自身と完全に切り離された表現ってあり得るのかとか、そういう問いも生じるわけです。この間のグレーゾーンですね。そんな作り手と作られたものの間のグレーゾーンについて考えさせられるというのも本作の大きな、味わいどころの一つじゃないでしょうか。続いての項目いきましょう。4つ目の項目はこちら。夫婦間のパワーバランスのグレーゾーンね。先ほどのメールにもありましたけどね、妻サンドラ作家として社会的に成功していて経済力もあって、性的にも奔放で、でその分、育児とか家庭の問題についてはあんまり参加をしていないというのね、パートナーが見るとおざなりになりがちっていう、でパートナー自身の自己実現にも非常に非協力的であるというような感じ、男女あるいはそのパートナー側からそういうある意味創造的なものもちょっと搾取してるんじゃないかって疑惑があったりする。これ男女を入れ替えるとこれまで男性中心的な社会あるいは時代がですね散々繰り返してきたような夫婦像だったりするわけですね。これね言っちゃえばもう昔だったらめちゃくちゃあるあるな話だったりするわけです。一方でフランス人の夫とドイツ人の妻だから間を取って英語で家では話しましょうっていう生活なんだけど、そのサンドラ側が言ういや私はあなたの国で暮らしてるんだっていう主張、確かにフランスのパリならまだしも特にあんな山の多分田舎の地方でですねより保守的でしょう。ドイツ人として暮らすのっていうのは気楽とは言い難いんじゃないかなっていうね、ことがあったりするわけです。ということでこの夫婦間の、パワーバランスっていうのもまた何層ものグレーゾーンに重ねられてるわけですよね。さらにはですね、5つ目の項目いきましょう。こちらです。惚れた弱みのグレーゾーン何のことかもう見た人なら分かると思いますけどね、彼女の弁護士、スワン・アルローさん、これね今もう海外ではこうホットロイヤーだっつってねかっこいいっつってね評判になってるらしいですけども、スワン・アルローさん演じるバンさんという人は彼女とは旧知の中でどうやら彼女サンドラに惚れているらしいニュアンスが前半からすでにちらついてるんですが、最後の最後でそれがより確定的になるわけですけども、つまりサンドラは彼の自分への思いを分かった上で利用コントロールしているのかっていう感じにも見えるっていうグレーゾーンですね。特にその最後のところ2人の距離がついにあれ縮まるのかというところ、その着地の瞬間の何とも言えないグレーゾーンぶりがね味わい深かったですねこれね。はい、こちらも注目していただきたいと思います。そして本作最大のグレーな領域と言っていいかもしれません。それが6項目目、息子ダニエルというグレーゾーンということです。視力を失った少年を演じるマシャド・グラネールさん、目の演技だからあんまり表情を出すような役じゃない、しかも目そのものの表情を出しちゃいけない役だからほとんど無表情で通さなきゃいけないような役にもかかわらず、いやだからこそなのかすごい存在感とかもう彼しか考えられない感じでしたよね。で彼ですね、そのダニエル君は劇中でお母さんのサンドラから話しかけられても実はこれ2度目見ると本当に思いましたけどほとんどまともに答えてないんですよね。少なくとも1箇所ぐらいしか会話にはなってないし、そこでさえしっかり真正面からコミュニケーションを取るという感じじゃないんですね。対照的にお母さんの言うことには全く答えないのに、その直後に他の面倒を見てくれてる女性たちには割とサクッと、しかも割とこうなんか内心を吐露したりするようなことを言うんですよ。はい、ということで明らかにお母さんに対しては心閉ざしてる感じがするんですよねダニエルが。
なんだけどだからこそそんな彼がまあね、終盤というかクライマックスにかけて苦悩の果てに出した決断、その覚悟、その重さ、とてつもない重さはその後のだからそこまではもう6人もちゃんとコミュニケーションも取ろうとしてないわけですけども、その後の彼のサンドラお母さんに対する接し方、もっと言えば2人の関係性とかその位置関係と言ってもいいかもしれない変化、ここにうわこいつ覚悟決めたけど重たいもん背負ったなみたいな感じが全くセリフではなくてですよ、言葉ではなくそれが味わえるからね。特に親子2人の最後のシーンの彼の表情とあとお母さんの位置関係っていうかね、あり方ですよね。これはちょっと彼はどえらいもの背負わされてんなって感じがするわけです。さあそしてですね7項目って言いましたからもう1項目残ってます。もちろんカンヌ映画祭パルムドッグ賞も受賞したスヌープ、飼い犬、つまりワンちゃんというグレイゾーン、これが7つ目の項目でございます。なんといってもね犬は喋れませんのでね、最大のグレーゾーンですよね。だからこそ後半息子ダニエルがですね、そのワンちゃんというグレーゾーンの中になんかこう踏み入っていこうとしてある子供ならではのというべきかある危なっかしい実験を試みるわけですね。これはちょっとその時間にするとね僕2度目見るとこの場面こんなに短かったんだって思うぐらい実は意外と短い場面でしたけどすごく長く感じるぐらい非常に見るのがちょっと苦しいシーンが待ってます。監督とかのインタビューによれば非常にもちろん配慮して撮ったとちゃんと、安全性と配慮して撮った場面だということなんで、それが気休めにならないぐらいなんだこれ見たことないこんな場面っていうね場面でねぜひこれは見ていただきたい。ある意味さっき言った地獄の夫婦口喧嘩音源を超える本作最大のきつい見せ場、文字通り見せ場ですね。これはさっき言ったようにグレーなところじゃなくてこの見せ場だけは本当に起こっていることなんで、きついという感じじゃないでしょうかね。はい。で、そしてある意味その解決と糸口となるそのワンちゃんスヌーピーなわけですけどね、ここがすごいですね。最大のグレーゾーンワンちゃんって言いましたけど最後の最後でこれパンフレットで森直人さんも指摘されていたところですがさりげなくもあれ君ってそうだったっけっていうちょっとだけ意外なアクションを取るんです。でそこにこれかけなくていいですよ、そこに曲が流れ出すっていう。だからさっき言ったようにその曲がその持ってるニュアンスとそのワンちゃんのさりげないけどあれ劇中でそんな感じの人じゃそんな感じの関係じゃなかったよねっていうちょっとしたこう違和感とが合わさるとエンドクレジット見ながらってことはこれどういうことってこう各自がまたそこからあるこう解釈とかいろんな解釈導き出していくような作りになってるわけです。答えはもちろん各々が考えるべきことですが非常にもちろんめちゃめちゃ味わい深いし解釈次第ではやっぱり怖っていう話でもあるということですね。はい、ということでミステリー的な立て付けではありますしもちろんそのミステリー的なスリリングさこれもちゃんとある上でやはりアート映画的な能動的な鑑賞姿勢というのが求められる一作なのは間違いない。こういうふうに考えながらこれの意味はなんだこれの意味なんだ、解釈とかね能動的な姿勢が求められる一作っていうのがある、なのでだからアメリカのエンターテインメントのようにその受動的で済むようなものじゃないそれを求めた語る視点ではそれはちょっとなんだこれってことになるかもしれないけど、能動的に味わい尽くすならばこれはなるほど前編にわたって非常に実は練りに練り込まれた面白さ堪能できる、一作でございました。言っちゃえばさっきカンヌ的だって言いましたけど逆に言うとアメリカアカデミー賞的では全くないです。だから俺の予想ね、YOSOU 予想を言うならば作品賞とかは無理でしょと取らないと。これに比べるとねオッペンハイマーとかはもうめちゃめちゃ分かりやすい映画なんで分かりづらいとこ一箇所もないって言ってもいいぐらいもう全てを説明している作品なのこれと比べると。なのでアカデミー賞的ではないけどもただこれぞ大人の映画っていうかはい、それこそねその夫婦のそのいろんなこうね先ほど熊崎君が言ってた自分に置き換えてみたいなことってやっぱりこれは大人じゃないといろいろ人生経験積まないとねみたいなところもありますし、はい、とにかく前編にわたってその読みと見解私が今日挙げた7項目以外にもですねそのグレーゾーンというのはいっぱい、積み重ねている作品でございますので、それを堪能する限りは本当に面白い私はむちゃくちゃ、楽しんだ一作でございましたね。でもそういう意味では本当にとにかく結構長い作品で集中して見ないといけないんで小作りな映画だからってですよ配信待とうなんてやってるとちょっと味わい尽くせないタイプの映画かと思いますんでこれは劇場でやっぱ息を殺してそして私がちょっと特に音楽演出ですねそこのとこ注目してみるとはいさらにおーってなるで終わった後
例えば見に行った人と猛然と解釈を語り合う、これによってさらにこう味わいが増すというような作品、ぜひぜひ劇場でかかっているうちにウォッチしてください。ラッコの解剖学、フランスの法廷ってやっぱああいう服着るんだっていうかね、イギリスの法廷ほどガチガチじゃないけどみたいな感じが、はいはい、バランスもちょっと新鮮だったなと思いますね、うんうん、はいということで、ムービーウォッチメンこの後来週3月14日にウォッチする、候補作品11作品発表します。ちょっと多めなんですけど、ちょっとねイレギュラーシフトとなっておりまして、2作品だけ、来週月曜がねアメリカアカデミー賞発表タイミングということもあって、ちょっとアカデミー賞上げというか盛り上げも含めて、はい、作品賞にノミネートされていてまだ番組で扱っていない配信作品2作品をちょっと候補にで日本で見られる2作品を候補に入れてみましたので、ちょっとそのイレギュラーさも楽しんでいただければ幸いです。まず最初の他はね普通の候補でございます。まず最初の候補はこちら、ドッグマン、はい、リュック・ベースの最新作でございます。ちょっと評判いいよね、リュック・ベースもねあるね。はい、そして続いてはこちらゴールドボーイ、金子修介さんね、こんな結構ドメジャーというかこういう感じでやるのは久々じゃないかな。3つ目はこちら、プレイ、勝つとか負けるとかどうでもよくて、e スポーツのねテーマの作品ですね。4つ目、アーガイル、マシューボーンの最新作でございます。5つ目、リトル・リチャード、アイ・アム・エブリシング、岡村康之さんも推薦の一作でございました。そして6つ目、マナブウェブ、ソニースパイダーマンバースの、シリーズということですかね。そして7つ目、コベナント、約束の救出ね、マシュー・ボーンのお友達ガイ・リッチーがあんまりガイ・リッチーらしくない題材で撮ってますよというコベナント、約束の救出。8つ目、犯罪都市ノーウェイアウト、はい、宇垣さん大好きマドンソク、主演シリーズ第3作です。そして9つ目、これがアカデミー賞枠でございます。アメリカンフィクション、こちら Amazon プライムビデオで現在配信中、ジェフリー・ライトさんが主演男優賞ノミネートされてるのがめちゃめちゃ面白かったですけどね、どんな感じなのか皆さんね。そして、10作目、マエストロその音楽と愛と、こちらネットフリックスで配信中。ブラッドリー・クーパーはねアリー・スター誕生でも本当に監督としての腕あるのを証明したんでね、で今回また音楽劇でもあるし、今回はね、実際のねあれですもんね、バーンスタインですもんね。はいはい、非常に楽しみにしております。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネームトカレフ三郎さん、今回歌丸さんにぜひとも見ていただきたい作品がありリスナー枠に応募しました。その作品はフィリピン映画のフィースと共演なる作品です。僕これすごい気になってた。とある事故をきっかけに加害者と被害者、富裕層と貧民層、支配層と支配される層と多層なレイヤーで心を揺さぶってくる作品でした。物語を見るとかのパラサイト半地下の家族などを彷彿とさせる点もありますが、また国や監督が変化すると書かれる映画も見えてくるものが、ガラリと変わってくるんだなというのも、興味深かったです。人による衝撃作品も問題作品のある本作、歌丸さんの評論をぜひ聞きたいですというところで、三郎さんのリスナーカプセルでございます。ということでレッツガチャタイム。ウクライナ支援、パレスチナ人道支援、はい、そして能登半島地震の、ね支援のために、3万円出して、ガチャもう1回回しというのを、ね、いつもしてます。すいません、また現金下ろすの忘れた時に今2万4000円しか手持ちないんですパイセンすいません、後で下ろしていきます。すいません。ということで2回回し行かせていただきます。ということでレッツガチャタイム。1回目コントローリン。さあ1個目は何が来るか。7はコベナント、約束の救出ね、ガイ・リッチーがちょっとらしからぬ感じで頑張ってるみたいですけどね、すいませんガイ・リッチーちょっと縁がない。もう一回行ってみましょう。はい、いきます。コンコロリン。これは何 9?9 って何？アメリカンフィクション？アメリカンフィクションだ。アメリカンフィクションだ。あ、ちょっとイレギュラーになっちゃったけどすいません。じゃあちょっと劇場の皆さん申し訳ありませんが Amazon プライムビデオで配信中アメリカンフィクション行ってみたいと思います。ということで、この映画見たよという方の感想も募集しております。また、私見てほしい映画も募集してます。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも歌丸@tbs.co.jp までお願いいたします。公式チャンネルの方ではですね、YouTube の方ではですね、アップ私の喋ってるのがアップもされておりますし、はい、あと公式ホームページの方に書き起こしがねずっと並んでおりますんで、そちらも参照していただければ幸いでございます。久々に配信ウォッチメンですね。はい、ちょっと映画館の皆さんすいません、来週はアメリカンフィクションで行かせていただきます。